こんにちは、ジーリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダーからバッドファンダー、チャートなどまとめてみていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポストさんの提供でお送りしております。コインポストさんが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグゲストも来るとのことなので Web3 ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。最近では SBI ホールディングスさんがプラチナスポンサーに決まったことなどが話題になってますね。なんとなく雰囲気知りたいという方は去年の WebX 動画も期間限定で開放してますのでそちらもぜひ見てみてください。またこの WebX のチケットに関しては5月中の購入でかなりお得な価格で買える状態になってますが概要欄のリンクから飛んでいただくとさらにそこから 20% オフで購入できるようになってますんで少しでも興味持った方いらっしゃいましたらぜひリンクから飛んでみてください。ではここから通常通りですね、界隈の状況を見ていきたいと思います。いつものビットコインからその他市場全体のことを見て、その後イーサリアム、アルト関連を見ていくんですけども、今回イーサリアムの話題が市場を牽引しているので、そちらを先に見ていきたいと思います。SEC が現在申請しているスポットイーサ ETF の 90before フォームの修正申請を要求しているという噂が出ています。この 90before フォームというのはですね、SEC が ETF を承認するときに必要な書類の一つとされてまして、SEC がこれを要求するということは、スポットイーサ ETF 承認に向けて動き出してるんじゃないかということで、現在市場が非常に盛り上がっております。で、この報道があってから、今までスポットイーサ ETF の承認はほぼないと言っていた各アナリストらもですね、承認確率は 70% 以上あると、また手のひら返しのコメントを出し始めまして、さらに市場に油を注いでいる展開になっています。先週末コインベースのアナリストがですね、バンエクとアーク21シェアーズの期日がまだあるから、イーサ ETF はまだ承認される可能性が残っているというレポートを出した時からですね、市場が楽観的になってますが、今回でさらに有頂天になってますね。ただこの SEC が 90before フォームの修正申請を要求しているという噂はですね、これをまた関係者筋のリークによるというソースがないもので、正直これだけだと信憑性はかなり薄いんですよね。23日前に普通に承認されない可能性も全然あると。でしかも今回ですね、市場では先週末のコインベースのレポートと、今回の 90before フォームの話題で持ちきりで、他の話は書き消されてるんですけども、こういう話題も出てるんですよね。私は気になってるのはこっちの方なんですけど、プロメシウムがイーサの保管サービスをソフトローンチと。で、このプロメシウムのイーサのカストデイサービスはだいぶ前に話題になりまして、SEC から唯一認可を受けているプロメシウムがビットコインをすっ飛ばしてですね、なんでイーサの保管サービスを始めるんだと。私個人的にも SEC 側のプロメシウムが有価証券かどうか議論されているやつをですね、取り扱い始めるなんておかしいよなと、個人的にずっと引っかかってたんですけど、今回のソフトローンチの内容を見てなんとなく辻褄が合いました。で、今回報道されているプロメシウムの発表によるとですね、SEC の監督のもと、イーサを証券として扱う形で、イーサ保管サービスをソフトローンチしたと。プロメシウムの CEO アーロン・カプランはですね、投資契約のデジタル資産証券が証券法に基づいて保管され、取り扱われるのは初めてのことだと。これにより既存の法律の下では、デジタル資産でも抗うことができないということが証明され、多くの議論が排除されますと。6月にカストデイサービスを本格的に開始する予定であると語ったとされています。これを見たときにね、この伏線だったかと。今までね、仮想通貨側は CFTC と協力して、仮想通貨仕様のアルトを先に商品認定してしまって、SEC からの証券認定を逃れようと、いろいろ動いてましたけども、SEC 今回のプロメシウムのこれを利用して、イーサの ETF を否決する可能性あるんじゃないかなと、思っちゃったんですよね。市場がだいぶ盛り上がってる時にですね、こんな冷めたこと言って申し訳ないんですけど、どうしてもね、いろんな線を考えないといけないんで、こういうシナリオもあるよってことで言ってるだけですから、あんまり気にかけないでください。ただ私の中では納得しました。本当に当時からね、なんで SEC 側のプロメシウムがイーサのカストデイサービスを始めるんだろうと。もしかしたら SEC 側のサプライズで、イーサ現物 ETF の承認を見越しての下準備なのかなとかね、そういうことしか思いつかなかったんですけど、やっぱり最初からね、イーサを省くための布石だったのかなと思いましたね。いや、面白いですね。さすが SEC、黙って引くような頭ではないですよね。こうじゃないと面白くないなと思って。ただこれもですね、どこからどこまで本当かわからないんで、このメディアがね、PR で出してるのかもしれないですし、普通に承認される可能性もありますけども、最後までどっちに転ぶかわからない展開になってます。ただ、スポットイーサ ETF が先送りされることに関しては、私としては大歓迎で、スポットイーサ ETF の先送りが仮想通貨市場の盛り上がりが長引く要素の一つだと思っているので、私個人的にはここで否決されても全然いいなと思ってます。スポットイーサ ETF の行方がどうなるのか注目ですね。あと ETF 関連では昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローが更新されてまして、結果としては全体でプラス 2.3 億ドルの純流入を記録してます。内訳としてはアークのアーク B が
プラス 0.68 億ドル、ブラックロックの IBIT がプラス 0.66 億ドル、フィデリティの FBTC がプラス 0.64 億ドル、ビットワイズの BITB がプラス 0.24 億ドルと続いています。グレースケールの GPTC も本日も純流入となってますね。これで先週に引き続き6日連続純流入と強さを維持しています。一方、香港の ETF はまだ公開されてませんが、今回のイーサのファンダで流入があるのか注目ですね。あと、ファンドごとでは、グレースケールが CEO ソネン社員の退任を発表しています。後任には元ゴールドマンサックスの幹部、ミンツバーグ氏が就任するとのことです。今回の交代理由は、他の利益を追求するためとされてますが、具体的な理由は明らかになってませんね。ただ、市場の方ではですね、グレースケールの CEO の交代から、なんかここから変わるんじゃないかと、GBTC の流出から流入に転化したタイミングですし、前には話題になったビットコミニトラストローンチも控えてます。グレースケールはまた何か仕掛けてくるんじゃないかということで期待されてますね。グレースケールの今後の動向にも引き続き注目ですね。ビットコインの価格は71,200ドルあたりを推移しております。昨日イランのライシ大統領を乗せたヘリコプターが墜落しまして、全員がどうやら助かってないという報道が出たあたりから、また第3次世界大戦懸念が再浮上してですね、市場も急落しましたけども、その後のスポットイーサ ETF 承認の期待ファンだから仮想通貨市場は大きく反発しています。また昨夜から今朝3時頃までかけて FRB 副議長らバー氏やジェファーソン氏、クリーブランド連議総裁の要人発言もありましたけども、いずれもですね、どちらかというと金利を維持するような発言が多くて、金利が若干上がる程度の結果となってますね。米国債金利が 4.44 を推移しておりまして、ナスダックが 18,670 ドル、S&P500 が 5,314 ドル、ダウ平均が 39,800 ドル、金ゴールドが 2,429 ドル、日経平均が 39,140 円、ドル円が 156.4 円となっております。個別株の方では仮想通貨市場の上昇から仮想通貨関連株の上昇が目立ちます。中でもマラソンデジタルは1日でプラス 14% 以上の上昇を見せてますね。ビットコインの先物の方では、OI が全体でプラス 6.4%、額としては340億ドル相当と急上昇してまして、定値に迫る勢いです。比率としては全体ではロングが 50.6%、マイナス目はショートが 53.6% と、全体では若干上寄りになっています。今後の指標としては本日5月21日に、ハンガリーの中銀政策金利、カナダの CPI、5月22日にニュージーランド中銀政策金利、ACPI、アメリカの中古住宅、石油関連、そして5月23日に米 FOMC 議事録、米 PMI などが控えております。市場全体で見たら、再度中東情勢の悪化と第3次世界大戦懸念、そしてまた重要指標が控えていることから警戒が走っている状態。仮想通貨市場単体で見たら、スポットイーサ ETF の期待が急上昇して楽観的になっている展開なのかなと思います。ビットコインのチャートだけ見たら、先週末は67,000の攻防で、上行くにしても68,000が重そうだとか言ってたんですけども、もう一気に5,000ドル幅の上昇を見せてまして、7万ドルのラインも超えて、74,000ドルの AT 値に向かうかどうかの展開になってます。先物の OI も AT 値に迫る勢いで、上への期待も膨らんでると思いますが、私個人的にはどうしてもですね、先ほどの SEC とプロミューシウムの仕掛けが気になるんで、楽観的になれないですね。今回の上昇も先物の生産が燃料になっての上昇もあるので、秘訣逆噴射、ロングの生産を巻き込んでの大幅調整も全然あり得るのかなと思います。ただイーサパンダなので、下がったとしてもですね、ビットコインは限定的になるのかなと思いますね。上は74,000の AT 値の攻防に迎えるかどうか、下は68,000の攻防で耐えられるかどうかが焦点になると思います。今後の市場の動向に引き続き注目ですね。あとはイーサはですね、イーサの価格は現在 3,700 ドル、BTC だっては 0.051 と、先週から 20% 近くの上昇を見せています。先物の方で OI が全体でプラス 26.6%、額としては142億ドル相当と、定値を更新しています。比率としては全体ではロングが 51.2%、マイナス目はロングが 54.9% と、未だ上振りを維持しています。今回の主役ですが、こちらも先ほどお伝えした通りですね、個人的には楽観的にはなれないなと思いますね。ロング3にしてもですね、承認された後でも遅くないと思うので、今急いでする必要もないのかなと思います。チャートだけ見たら BTC 建ても 0.05、ドル建ても 3,600 と、抵抗の強そうなところで揉んでおります。ここを抜けるとなると、ドル建てでは次 4,000 の攻防に向かいますが、ここを弾かれるとなると、下は 3,200 まで余裕がある形になってますね。果たして本当にスポットイーサ ETF が米国で承認されるのか注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。ジェミニアンとジェネシスの破産が裁判所により承認されまして、今月末までに顧客への資金返還がされるようです。返還額は約30億ドル相当とされてまして、そのうちの 97% は現物で返還されるとのことです。これらが全部市場に流されるわけではないので、
暴落の要因とまでは言えないですけども、一応売り圧パンダとして捉えておいた方がいいのかなと思いますね。あとは先日 COPA 対クレイグライトの裁判で、クレイグライトは本物のサトシ・ナカモトではないという判決が下りまして、クレイグライトの敗訴となったんですが、そのクレイグライトが今度は偽証罪で訴えられそうになってます。今回の COPA 裁判でクレイグライトはですね、捏造された証拠を掲示したことに加えて、広範囲かつ繰り返し嘘をついていたことから、英国の検察当局がクレイグライトに対して偽証罪を提起する可能性があるとされています。今回の裁判に限らずですね、過去を遡ると、ずっと嘘だった可能性もあるんですけど、ビットコインサトシビジョンはね、大丈夫なんでしょうかね。BSB の価格は現在70ドル、BTC 建てはプラス 1.7%、時価総額77位ですね。かろうじて BTC 建ても保ってますが、実際に起訴された後、どうなるのか見ものですね。あとは闇サイトのインコグニットマーケットの運営者が逮捕されたのも話題になっています。フェンタニルなどの違法麻薬を仮想通貨取引で1億ドル相当販売したとして、台湾国籍の23歳、林容疑者をニューヨークで逮捕と、2020年10月から今年の3月まで運営していたとのことですが、罪状は犯罪事業への関与、麻薬取引、マネロン、医薬品販売の共謀罪、シルクロードの運営者同様ですね、終身刑が課せられる可能性があると。仮想通貨と麻薬のセットでよくこのフェンタニルが出てきますよね。23歳ですからね。これも終身刑となるんでしょうかね。あと、ここからアルト関連になります。ユニスワップラブスとアクロスプロトコルが新たなトークン規格 ERC7683 を導入したことが話題になっています。ERC7683 は全てのクロスチェーンインテントがリレーラーの断片化解消に取り組むことでフィラーのコストは削減され、結果的にユーザーのコストは削減される仕様になっているとのことです。イーサ本体の上昇の影響もありますが、輸入も伸びてまして、現在 90.1 ドル、BTC 建てはプラス 9.7%、時価総額20位ですね。SEC のブレズ通知から明るい話題で反発してますが、再度10ドルの壁を抜けられるのか注目ですね。あとは SEI が V2 アップデートの提案を発表しています。これが承認されれば1週間後にアップデートを実施し、主にソラナなどと同様のトランザクションの並列実行が可能になり、トランザクションの処理時間が短縮されるとのことですね。SEI の価格は現在 0.58 ドル、BTC 建てはプラス 4.5%、時価総額66位ですね。ここからプラス 100% で ATH 更新となりますが、SEI も市場の上昇に合わせて上に向かえるのか注目ですね。あとはグノシストークンの3000万ドル相当のバイバックが発表されています。センフィールドキャピタルからの提案で6ヶ月にわたって3000万ドル相当のトークンを買い戻す計画だと。センフィールドキャピタルはですね、グノシスの時価総額が過小評価されていると見込んで今回の提案に踏み切ったようです。JNN の価格は現在350ドル、BTC 建てはプラス 10.6%、時価総額111位ですね。前回 ATH 前で弾かれてますが、センフィールドの思惑通り買いが集まるのかにも注目ですね。あとはガラが2億ドル以上のエクスプロイト被害を報告しています。脆弱性が攻撃されて50億枚のガラが鋳造されて抜かれたようです。ガラは2021年にも共同創設者同士の争いで 1.3 億ドル相当の損失を出してまして、また今回も2億ドル相当の被害と、額が大きいので毎回注目されています。ガラは現在 0.042 ドル、BTC 建てはマイナス 8.3%、時価総額65位ですね。市場全体が盛り上がっている中の被害となってしまいました。ガラもここから復活があるのか、その後の展開に注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。良ければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。